この金属シリンダの中身は革命的な技術なのか、それとも無用の長物なのかは、物質に対する奇妙な物理学を利用できるかにかかっています。それも非常に小さな物質のです。そうする機会を得るために、精密に環境を整える必要があります。分厚い天板や足は、足音やエレベーター付近、そして扉の開閉から生じる振動から守ります。シリンダは真空の容器となっているので、空気中の気体は全くありません。真空容器の内部には小さな低温の区画があり、非常に微弱なレーザー光線を当てられます。その内部には量子コンピューターを構成する非常に敏感な粒子が存在します。これらの粒子にどんな価値があるのでしょうか。理論的には量子コンピューターは古典的コンピューターの計算上の限界を超えることもあり得ます。古典的コンピューターはビット形式のデータを処理します。各ビットは0か1の2通りの状態を切り替えることができます。量子コンピューターは量子ビットなるものを使い、0や1、もしくは重ね合わせた状態の間を移ります。量子ビットが重ね合わせ状態にあるとき、1か0よりも多くの情報を含んでいます。これらの状態を球面上の点で考えてみましょう。球の北極と南極が1と0を示しています。ビットは2極の間でのみ入れ替わりますが、重ね合わせ状態にある量子ビットはどの点にでも移れます。その時点は特定できませんが、読み込んだその瞬間に量子ビットは0か1に決まります。しかし、重ね合わせた状態の量子ビットを観測できなくても、この状態にあるときに特定の操作を行って変化させることができます。さて、問題が複雑になるにつれ、古典的コンピューターではそれを解くのに多くのビットを必要としますが、量子コンピューターでは理論上は古典的コンピューターほど多くの量子ビットを必要とせずに、ずっと複雑な問題を扱えます。量子コンピューターのユニークな特性は、原子とア原子粒子の振る舞いに起因します。これらの粒子には量子状態があり、これが量子ビットの状態に相当します。量子状態は非常に壊れやすく、温度や圧力の変化によって簡単に破壊され、電磁場をさまよい近くの粒子と衝突します。ですから、量子コンピューターは精巧に作る必要があり、それゆえに差し当たり量子コンピューターの能力はおおむね理論上の想定にとどまっています。現在は同じ時間に同じ場所にある数個の量子ビットを制御するのみです。変わりやすい量子状態を効果的に制御するための要素は2つあります。量子コンピューターが使う粒子の種類と粒子の操作方法です。現在、最先端の方法はイオントラップ型と超電導量子ビットの2つです。イオントラップ型の量子コンピューターは粒子としてイオンを使ってレーザーでイオンを操作します。そのイオンは電解で囲われたトラップ内にあります。レーザーを当てることでイオンに対する操作を行い、量子ビットを球面上で回転させます。簡単な例を挙げると、レーザーで質問を入力します。15を因数分解せよ。すると、イオンは光子を放出します。量子ビットの状態がイオンが光子を放出するのか、またいくつ光子を放出するのかを決定します。画面システムが光子を集めて処理し、答えを導き出します。答えは3と5です。超電導量子ビットの量子コンピューターは別の方法を使います。イオントラップの代わりに量子電子回路を組み込んだチップを使います。各電子回路の状態は量子ビットの状態へと変換され、マイクロ波による電気信号を送り操作します。つまり、量子ビットはイオンまたは電子回路で構成され、レーザーかマイクロ波で動作します。どちらの方法にも長所と短所があります。イオンはとても精密に操作でき、持続時間も長いですが、多くのイオンをトラップ内に加えると、個々のイオンを精密に制御するのが難しくなっていきます。現在は高度な計算用に十分な数のイオンをトラップ中に入れられませんが、あり得る解決策は大きなトラップを一つ作るのではなく、多くの小さなトラップを互いに接続して光子によって通信することです。超電導回路の方がイオントラップ型よりもずっと高速に動作し、しかもコンピューターの回路を増やす方がイオン数を増やすよりも簡単にできます。しかし、回路はより壊れやすく寿命も短いです。そして、量子コンピューターは進化していますが、なおも量子ビットの状態を保つための環境的な制約を受けています。これらの障壁にもかかわらず、私たちは中に入ったり観測できない領域で計算することにすでに成功しているのです。
知ってると思っていたことへの新しい見方を発見したり、知らなかったことに出会ったり、ぜひこの動画で学びを続けましょう。チャンネル登録して好奇心のその先へ。